あなたはこの老人が人々の怒りを買った理由を想像できますか？ 2014年12月、アメリカ・フロリダ州ジャクソンビル。とある歯科医院の待合室で白人女性のブランディ・モトリーは一人顔をしかめていました。6歳の娘の乳歯を1本抜くためにその医院を訪れていたブランディ。処置は30分で終わるはずでしたが、処置室からはもう3時間も娘の泣き叫ぶ声が響いていたのです。親がいない方が子供はおとなしくなるので。医師はそう言ってブランディの処置室への同席を拒みましたが、彼女はその中で何が行われているのか不安を覚えずにはいられませんでした。そしてこの後、歯科助手に呼ばれた彼女がそこで見たものは、血まみれで床に倒れている娘の姿だったのです。スケちゃんです。宮みこです。最近ね、僕ガス人間を見始めてるんですけど、ネットフリックスな。ただね、若干あんまハマんなくて、ネットフリックスの中で日本の作品ね、僕の中でトップ3あるんですよ。1位はサンクチュアリ、2位が地面師、3位が全裸監督かな。皆様のネットフリックスおすすめ、めっちゃ有名なのは僕ら知ってるんで、日本のやつとかじゃなくていいんで、全部映画でも何でもいいんで、これだけはぜひ、まだ世間に知られてないだけですわ。ぜひね、ケンちゃん、ヤミコ見ろ。そういうものがあればコメントしていただければと思います。今回はアメリカの小児科医にまつわる恐ろしい事件をご紹介します。今回被害に遭った少女はたった1本歯を抜くだけだったんですが、処置が終わって母親が駆けつけると床の上で血まみれで倒れていたというんで、歯1本抜くだけでそんなことにはならないでしょう。何が起きたの？処置室の中で行われていたのはもはや治療ではなく暴力だったんです。その男は一体何のために患者に暴力を振るっていたのか。保護者による抗議活動によってその闇は明るみに出るんです。不必要な治療の理由。2015年4月、アメリカ・フロリダ州ジャクソンビル、ユニバーシティ・ブールバード1871番地に立つ歯科医院の前で、人々は怒りをあらわに大きな画用紙を掲げていました。その紙に書かれているのは、営業停止しろ、免許取り消ししろという言葉。その医院から目当ての男が姿を現すと、人々は声を張り上げ男に詰め寄ります。男の名はハワード・シェルドン・シュナイダー。この町で50年近く歯科医を務めてきた人物でした。危ない！抗議に集まった人々を前に、乗っていた車を止めようともせず引いてしまいそうになるほどの勢いでアクセルを踏むシュナイダー。彼は群衆に中指を立てるとそそくさとその場を去っていきます。そのふてぶてしい態度も気になりますが、そもそもシュナイダーは一体なぜそれほどに人々から非難を浴びているのか。きっかけは一人の女性が行った SNS 投稿でした。女性の名はブランディ・モトリー。シュナイダーの歯科医院で6歳の娘ブリエルの抜歯処置を受けた彼女は、術後の娘の口の中の様子を撮影し、こう訴えたのです。私の娘は1本の乳歯を抜くだけのはずが、治療が終わった時には8本もの歯が無断で抜かれていました。投稿された写真のブリエルは多くの歯を失っている状態。あまりに悲惨なその写真を添えた投稿は35万回以上もシェアされ、瞬く間に世間の関心を集めます。ブランディが声を上げたことを発端に、同様の被害に遭った人々が次々と名乗り出ました。そして彼女を中心に抗議団体が組織され、連日歯科医院の前で抗議活動が行われていたのです。そう、シュナイダーは歯科医院を訪れた子供たちに対し、抜く必要のない歯を抜いたり、不必要に銀歯を装着したりする処置を繰り返していました。一体何のために？彼はそれらの不要な処置によってアメリカの医療保障制度メディケイドから過去5年間で6億円以上の還付金を受け取っていたのです。不必要な治療して還付金もらえるなんて、そんな制度あんの？そうなんです。このメディケイドっていうのは低所得者を対象に州が医療費を負担する制度なんですが、シュナイダーはその制度を悪用していたんです。というわけで本日のメトラキーワード、メディケイドについて。メディケイドとは、低所得者や障害者などを対象にしたアメリカの公的資金による医療保障制度のこと。州によって条件は異なりますが、例えば低所得層の幼い子供なら、歯科治療にかかる大半の治療費はメディケイドによって免除されるといいます。要するに患者に代わってメディケイドから医院への報酬が支払われるということ。シュナイダーの医院では抜歯や銀歯を装着した本数によって報酬が支払われる出来高払い制が採用されていました。この仕組みを利用し、彼は例えば歯のクリーニングに来ただけの子供でも不必要に銀歯に差し替えるなどして不正に報酬を受け取っていたのです。シュナイダーは歯科医院を訪れた子供に対し、ただ不要な処置を行っていただけではありません。騒動の渦中でニュース番組の記者は彼に対する様々な疑惑についてインタビューを行いました。患者を拘束して処置を行っているというのは本当ですか？拘束などしていません。子供たちが転落して怪我をしないように固定しているだけです。抗議をしていた親たちによれば、子供たちはその多くが胴体や腕、
て足をベルトで固定され、一切身動きが取れない状態で処置が行われていたといいます。また処置の後には歯だけではなく唇や顔にも傷を負っている子供がおり、そのことについてシュナイダーはこう話します。小児歯科ではよくあることです。麻酔で麻痺している関係から子供たちは自分の唇を噛んで怪我してしまうことがあるんです。シュナイダーは抗議活動を行う人々に対し、誰かが自分をはめようとしていると憤慨、処置室で虐待的な行為を行っているという世間の声を真っ向から否定したのです。いや、ちょっと子供血まみれになってんのに自分で唇を噛むことがありますだなんて言い訳が通るはずないじゃないのよ。さすがに嘘が苦しすぎますよね。処置室で治療を逸脱した行為が行われていたってことは明白だったんです。世にもおぞましいその行為の全貌とは。処置室という名の拷問室。2014年12月、ユニバーシティブールバード1871番地の歯科医院ハワード・シュナイダー DDS の待合室では、母ブランディが深刻な表情でため息を漏らしていた。6歳の娘ブリエルの乳歯を抜くためにこの医院を訪れたブランディ。親がいない方が子供はおとなしくなる、そう言われ、処置室への同席を拒まれた彼女は、壁の向こうから聞こえてくる娘の絶え間ない叫び声を聞いていた。30分で終わるんじゃなかったの？歯科医からは確かにそう聞かされていた。しかし娘のブリエルはもう3時間近くも泣き叫び続けている。処置室で一体何が行われているのか。ブランディが不安で押しつぶされそうになる中、ついにその扉が開いた。お母さん大変です。事故が起きてしまってすぐに来てください。慌てた様子でそう告げる歯科助手。彼女に促されるままブランディが処置室へ駆け込むと、そこでは娘のブリエルが血まみれで床に倒れていた。申し訳ありません。スタッフが部屋を離れている間に固定用の器具に乗ったまま顔から床に落ちてしまったんです。処置室の光景に言葉を失う母ブランディに対し、歯科医のシュナイダーはそう説明しました。しかし帰り際の車の中で娘ブリエルは口にくわえていたガーゼを外すと、母親に向かってこう言ったのです。ママ、あの人嘘ついてる。私あの歯医者さんに投げ飛ばされたの。さらにブリエルは歯科医のシュナイダーや歯科助手に笑いながら首を絞められたなどと話しました。到底歯科医の行動とは思えないその話の内容に母ブランディは耳を疑いますが、娘の状態からどちらが嘘をついているかは明らかでした。この後彼女が娘を病院へ連れて行くと、抜歯する歯は1本だったはずが上下の前歯8本全てが抜かれていると判明。顔には複数の切り傷や擦り傷、さらに鼻から目にかけての顔面骨折が、そして首元には手で締め付けたような指の跡が残っており、ブリエルの首を絞められたという話が真実であることが分かったのです。ありえないわよ。そもそもね、シュナイダーの目的は還付金もらうことだったはずじゃない？なんで首絞めるまでやる必要があるわけ？本当にね、そう思いますよ。この異常な状況に対し母親のブランディが動いたことで、他にも100人以上の被害者が名乗り出るんです。歯科治療中の事故だけでは到底説明ができない状態となっていたブリエル。ただ警察は彼女のその怪我を見た上ですぐには動けないことを説明しました。それはこの一件が医療上の問題のため、警察の独断ではなく州の歯科医師の監督機関を通さねばならないという理由から、ブランディはその後訴訟のために複数の弁護士に連絡を取りましたが、処置室の中の出来事ゆえ立証が難しいとされ、依頼を受けてくれる弁護士はいませんでした。こうして誰にも頼れなくなってしまったブランディは、事件から5ヶ月後の2015年4月、SNS に負傷した娘の写真を投稿し、歯科医への直接の抗議活動を開始すると、その声を発端に被害者が次々と名乗り出し、うやむやになっていた過去のケースも多数明るみに出されます。例えばこの告発の数ヶ月前にシュナイダーの歯科医院にかかった3歳の少年ザイオンは、治療前には1本の銀歯を装着すると説明を受けていました。ところがいざ治療が終わってみれば、銀歯は全部で16本も装着されていたのです。このほか折れてしまった前歯の治療のために医院を訪れたところ、歯茎に耳から耳まで届くほどの切り傷がメスによってつけられていたという子供も。処置が行われる最中、子供たちは皆拘束具で拘束されており、何時間も泣き叫び続けていました。多くの場合それらの処置は麻酔なしで行われていた可能性があるといいます。聞いてるだけでおぞましすぎるわよ。16本も銀歯つけるのに麻酔なしでやってたんでしょ？そんな大人でも耐えらんないんじゃないの？しかも歯をボロボロにされてるわけですから、処置が終わった後も苦痛は長く続くんです。気になるのは、これだけの被害者がいながらブランディが告発するまでなぜ誰も声を上げなかったのか、そういうところなんです。抑圧された声。
ブランディが娘ブリエルの抜歯の件を告発して以来、子供がシュナイダーに不要な処置を受けさせられたという保護者は100人以上名乗り出ていました。なぜこれほど異常な行為が行われていたにもかかわらず、 SNS で騒動になるまで多くの被害が明るみに出なかったのでしょうか。その理由は何より、シュナイダーがメディケイドを利用する低所得層をターゲットにしていたためでした。メディケイドの患者は通常よりも支払い額が低い関係から受け入れる歯科医院は多くないといいます。そのため地域でメディケイドを受け入れている数少ない医院であるシュナイダーの歯科医院へ低所得層の患者が集中。そうした世帯は法的手段を講じる資金が乏しかったり、声を上げても社会的に無視されやすい立場にあり、泣き寝入りを選ぶ人が多かったのです。またブリエルのケースがそうだったように、シュナイダーは親がいない方が子供がおとなしくなると理由をつけ、絶対に処置室に保護者を入れませんでした。こうして不要な抜歯や麻酔なしの処置、首絞めなどの虐待行為は親から見えない状態に。待合室で長時間待たされ、壁越しに聞こえる子供の悲鳴にしても、親たちは歯医者を怖がっているだけだと思い込まされていました。ブリエルのように子供が歯科医の嘘を親に報告することも簡単ではなかったようです。詳細は明かされていませんが、シュナイダーは処置室ではあえて子供が怖がるような不気味なコスチュームを身につけていたといいます。その上で高速具の上の子供に対し恐ろしい声でこう言うのです。もしここであったことを母親に喋ったら、母親が死ぬことになるぞ。被害に遭った子供たちは3歳から6歳までと非常に幼く、そのように脅しを受ければ恐怖から口をつぐんでしまうのです。麻酔なしで激痛を伴う処置を行うのも、治療に関係なく首を絞めるのも、おそらく恐怖を植え付け黙らせる意図があったのではないでしょうか。このほかシュナイダーの歯科医院には過去20年で164回も警察が駆けつけていますが、詳しい捜査に発展したことはありません。ブリエルのケースがそうだったように、この件は医療上の問題のため州の歯科医師の監督機関を通さねばなりません。そうした機関同士の連携が十分ではない制度上の問題から、警察は実のところ多くの場合監督機関への引き継ぎさえ行っていなかったのです。また先ほども説明しましたが、処置室の中のことゆえ、たとえ裁判になったとしても犯行の立証は困難。医療記録も不十分だったり改ざんされていたりし、子供の証言に頼らざるを得ず、訴訟を引き受ける弁護士はほぼいませんでした。警察が動かなかったのは監督機関との連携うんぬんみたいな話もあるのかもしんないけど、立証が難しいってとこもあったかもわかんないわね。どうせ事件にはできないからっていうのはありそうですよね。ただ多くの弁護士が立証不可能としたこの事件に思わぬ突破口があるんです。警察も弁護士も頼れない八方塞がりの状態で歯科医に対する直接の抗議活動を開始した母ブランディ。その流れから事件を訴訟に結びつける決定的な証拠が浮かび上がります。それは1本の銀歯を装着するだけのはずが、16本もの銀歯を入れられてしまった少年ザイオンの母親が SNS 上で共有した1本の動画。実は歯科医のシュナイダーの様子を不審に思った彼女は処置室の様子を隠し撮りしていたのです。映像に映されていたのは高速具につながれ身動きもできない状態で処置を受けるザイオンの姿。彼は恐怖と痛みから激しく泣き叫びますが、シュナイダーは気にする素振りもなく歯を削り続けていました。その映像が SNS に上がると、当初は訴訟に消極的だった弁護士のジョン・フィリップスが犯行の動かぬ証拠になると確信。シュナイダーに対する131の家族の集団訴訟を引き受けるのです。彼が訴訟を引き受けて以降、別の弁護士もまた数十件の家族の民事訴訟を引き受けました。それらの家族は最終的にいずれもシュナイダー側と和解していますが、詳しい賠償額などは守秘義務の兼ね合いで報じられていません。また SNS で騒動になったことをきっかけに、フロリダ州検事総長はシュナイダーに対してメディケイド詐欺の調査を開始。彼がメディケイドの制度を悪用し、何倍もの利益を不正に得ていたことが暴かれます。騒動から1ヶ月後の2015年5月、シュナイダーは歯科医院を閉鎖し、歯科医師免許も返上。半年後には11件のメディケイド詐欺などの疑いで逮捕・起訴されます。何十年にも及び100人以上の子供たちに不要な処置を行い、苦痛とトラウマを植え付けてきたシュナイダーに正当な裁きが下ることを誰もが望んでいました。しかし起訴から3年後の2018年2月、シュナイダーにかけられていた詐欺容疑は全て取り下げとなったのです。理由は彼が認知症を患っており、裁判を受ける能力がないと認定されたため、シュナイダーは多くの民事訴訟には応じたものの、今後刑事責任に問われることはなくなってしまったのです。処置室という見えない空間で子供を脅し、声を上げられない低所得層の人々を必要な処置だったと丸め込み、不正に大金を得続けていたシュナイダー。傍目に見れば処置を終えた後の子供たちの状態は疑わない方が不自然に思えます。しかしいざ自分の身に置き換えた時、専門家の必要な処置だったという言葉を私たちはどこまで疑えるでしょうか。そして自分でうまく説明できない子供の訴えを信じ戦い続けられるでしょうか。
オゾスケンちゃんです。にゃーにやみこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことをやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは、YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。ほんと視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があった。だったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までね、入会してくだされば、1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたの助けを求める声はきちんと誰かに届いていますか。2023年9月、韓国プサン。事前に書いておいた文章を読みます。感情が抑えられなくなりそうなので。画面に映っているのは一人の若い女性。彼女はあらかじめ準備しておいた文書を手に緊張した声で語り始めます。今も手が震えて怖くて、感情のコントロールが難しい状態です。彼女は長年にわたるいじめ被害を自ら告発し、一躍有名になった人物。そんな彼女が声を震わせながら動画で訴えたのは、助けてほしいということでした。 그로 인해 제가 또 제 주변 사람들이 안전해지기를 바랍니다. YouTube に公開された動画はあっという間に数十万回再生。しかしその願いが叶うことはありませんでした。この動画からおよそ1ヶ月後に彼女は自ら命を絶ってしまうのです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。